こんばんは。今日ね、友達と LINE でやり取りをしてた時に彼女がこう言ってたの。私、自分以外の人が正しいっていう初期設定があって、嫌なこととか失礼なことを言われても、私のあの言い方が良くなかったかなとか、もっとこうした方が良かったかもなっていう方向にまっしぐらに向かっていっちゃうんだって。そのね、彼女はとっても優しくて気遣いができて仕事もできる3人の男の子のママさんなんだけど、なんか私はさ、どちらかというとそんな繊細な感覚を持ちながら3人の男の子を育てて、全部の学校のやりくりもしてこの世界でしっかり生きているということにもはや拍手喝采なんだけどさ、もうそこがすごくないみたいな。でも彼女はそんなに頑張ってる自分でも自分以外の人が正しいっていう初期設定があって、でもさ、その初期設定でここまでできてるって超すごいなと思うんだけど、ハイパフォーマンスだなと思うんだけどさ、でも反射的になんか私が悪かったのかなって思っちゃうっていうこの感覚がまだ根強くあるみたいな人っているのかもしれないなって思ったし、なんかわかるみたいな多いんじゃないかなって思ったんだよね。なぜなら私自身が結構仕事をやってさ、打ち合わせから帰ってきた時にシャワー浴びながら、あの時あの発言、あれの前にこれ言っとけばよかったよなみたいなこととか、いや今日のミーティングの前にこれ準備しとけばよかったんだよなとかっていうことをもうすごい無限再生しているタイプだったからさ。で、今私自身はどうかといえば、私も例えばこれやっといた方がよかったかなとか、これ超言い過ぎちゃったかもしれないみたいなことって実際にもちろんあるし、でその度になわけあるかいってちょっと瞬発的に思うんだよね。なわけあるかいって。でその話をしたわけ。なわけあるかいって思わないのって言ったら、逆になんで思うのって言われて、確かにみたいなさ。で、なんでそんなわけあるかいって秒で気づくのって言われた時に、なんか気分が悪いからだよって答えたの。やっぱりこれが私間違ってたなとか、こういう考え方するからいつもダメなんだなみたいなことを思った途端に気分が悪くなるから、それって自分の本来のエネルギーと離れてる時ってもうみんな勉強して知ってるじゃない。だからあんなわけあるかいって思うんだよっていう話をしたら、こういうのよく知っているさ FOL の彼女だからさ、そこだ、私はその瞬間自分が気分が悪いって思う以上に相手の気持ちを考えちゃうんだよ、瞬時にって。なぜか自分の気持ちを聞かなくて相手の気持ちを優先しちゃうんだって言ってくれたのね。でそれを聞いた時に私はもうそうかと思ったの。今の時点で私って全ての出来事に関して自分の気持ちにしか興味がないんだよね。なんかさ、自分の気持ちにしか興味がないイコール相手なんかどうでもいいということではなく、そういう排他的な自利的な感覚ではなくて、自分の本来を追求した先に、その愛で一点突破した先に想像を超えた全体範囲があるっていうことを何度も見ているから、そしてこの私がビビってるこの相手すら私が生み出してるし、私がこの人の気持ちをどうにかって思っているこの相手の気持ちすら私が生み出しているから、本当のことを言えばもう他人の気持ちなんて本当は幻で、自分の気持ちだけが真実だから。だからこそ捕まる光の柱は自分のこの心の感覚であり、その感覚は誰かにおもねったり、誰かにこびたり、誰かに遠慮したりするもんじゃなくて、点と一点でつながる私の中に存在する愛の気持ちなんだって、自分がそれについてどう思うか、その一点しかこの世界には関与していないって深く深く信じているんだよね。自分が全て生み出して、
自分がそこの中で自分が軽くなるために、自分がより神聖に近づくために作り出しているもので、それに手足取られて自分の内側曇らせたらさ、何しに来たんこの地球にみたいな話やんどうしたんみたいなでさ、あとこの間のランチ会の時にね、もうさ、本当にやっぱりさ、ポリのみんなさ、優しいんだよ。もう最高なんだよ。本当に性格もいいしさ、本当に思いやりがあるしさ、みんなが幸せなようにって願って、本当その現場で生きてる人たちが多くってさ、でみんなが聞きたいこととか相談に話してた時に、例えばこうコロナの時って結構家の中で過ごしたり、自分一人の時間が過ごしたりですごいハッピーだったんだけど、コロナがちょっと明けたりとかして、友達から久しぶりに会わないとか、なんかちょっと相談乗ってほしいとかさ、そういう声がかかってきて、で本当の本音はなんかそんなにいいねいいねみたいな気持ちじゃなくて、別にどっちでもいいかな、どちらかと言ったら会わなくてもいいかなみたいな気持ちなんだけど、でもなんか断るほど嫌ってわけでもないし、行ったら行ったで楽しいのかもしれないし、でも本当の気持ちに正直になって、なんかごめんね、もっと今はちょっとなんかこう自分の内側と向き合いたかったりするから、ちょっと今回はやめとくねみたいな形で返事をしたんだけど、その返事はそれに対しての返事は返ってこなくて、ちょっとそれでモヤモヤしたりとかして罪悪感が生まれて、こんな時はどうしたらいいのかなみたいなね、ご相談を受けてさ、まずはさ、もっと気前よく断ってもいいよね。なんかありがとう、誘ってくれてありがとうみたいな、もう今ちょっともういろいろ立て込んでてあれだけど、またタイミングがあったら連絡するね、サンキューみたいな断ることが悪いことじゃないし、引き受けることがいいことじゃないし、全てフラットだからさ。で例えばさ、自分のさ今のエネルギーが、0から100っていうねエイジで言って、別に0がダメ、100がいいってわけじゃないよ。それが個性としてね。で人間も、その時期によって波だからさ、エネルギーは上下してるわけだよね。で例えば今自分のエネルギーの平均値で80ぐらいにいます。でもちろん100、100、120とか300とか500みたいな人も世の中にはたくさんいるみたいな中で80になってます。で、例えば今相手がすごい落ち込んでるよって言って、でそのエネルギーがちょっと抱え込んでいて、例えば40ぐらいで相談に乗ってほしいって言うとするじゃん。で例えばそれでさ会うとするじゃん。本当はすごい会ってなんか彼女に伝えてあげたい、何か彼女の役に立ちたいっていうエネルギーで会いに行くんだったら本当に全然いいんだけどさ、なんとなく頼まれたから行こうかなって思っていくとするじゃん。そうすると自分の80のエネルギーと相手の40のエネルギーの時に40のギャップがあるよね。でこれって話してる時にどうなるかっていうと、自分は80のエネルギー伝えたとしても相手は40のエネルギーで受け取れることを受け取るわけで、そうすると80のエネルギーで伝えている自分にとっては、自分の伝えきっていることが伝わってないっていうのはもう確実にわかるわけ、ハートで。でどうするかというと、言葉を尽くして具体例を広げて、もっと相手の気持ちに寄り添うわけで、その時に何が起こってるかっていうと、自分のエネルギーは40に合わせるわけよ。そうじゃないとその人が完璧に理解する説明ができないから。でそのエネルギーに合わせた時に何が起こるかっつって言ったら、その人が本当に魂が救われるソリューションはその空間からは生まれ得ないんだよね。その人が人間としてのエゴとしては、今すぐ会いたい、来週火曜日に会いたい、話を聞いてほしい、救われたいっていう思いがあるよ、もちろん。でそれにこうするのがエゴとしてのなんだろうな、義理、人情、友情なのかもしれないし、それももちろんすごく、私ももちろんそうすることもあるし、そうしたいと思ってそうすることがある。ただでも本当の魂の部分って
本当どうなんだろうなって思った時に、エゴとしては来週火曜日に会ってほしい。でも魂は本当の心底の部分で救われたいって思ってると思うんだよね。だったら本当にすることというか、それは一つで、自分が最高波動になるしかないよね。で、自分が最高波動になると地球の果てまで届くって私は本当に信じているんだけど、それはさ、もう合ってる合ってないとか関係ないもんね。その相手にも届くほどの愛のエネルギーでいることによって、その相手がもともとあるべき真の魂の輝きの姿に戻るから。それは自分が頼まれたからそれを断りたくなくて、罪悪感を抱えたくなくて、まあ2時間ぐらいだったらいいかって何かを犠牲にしていって、罪悪感と引き換えにおしゃべりする2時間と桁違いの魂の救われた光景が私は生まれると思うんだよね。なんかその時には白状と思われるかもしれないけど、でそれでもしもう連絡しないってなったら OK ごめん、私そういうタイプでもういいんじゃないかなと思うっていうかさ、それが分かり合える、通じ合える一握りの人と生きていくことの尊さよ。本当の言葉で話せて、本当のエネルギーを交わせて、本当の愛を交換できることの尊さの方がワイワイ楽しく寂しくなく過ごせることよりも何億倍も尊いんじゃないのかなと思うんだよね。